こんにちは、ポンズです。今回はトランスフォーマースタジオシリーズより SS96 ホットロッドをレビューしていきたいと思います。実写映画の第5作目、最後の騎士王に登場したホットロッドがついに完全新規造形で登場。これは嬉しいですね。2023年2月発売のアイテムの中では個人的に一番楽しみにしていた商品です。では開けていきましょう。内容物をご紹介します。ホットロッド本体、武器パーツが1つ、ジオラマブース説明書。武器パーツがついてきてくれたのは念願というほかありません。劇中で印象的だった形状にライトブルーの部分塗装がされています。ジオラマブースは市街地でのカーチェイスシーンとなっています。ではまずビークルモードから見ていきましょう。ホットロッドビークルモードです。ランボルギーニチェンテナリオにトランスフォームします。車体が薄く難しいシルエットですが、それを見事に再現しています。ロボットモードの一部がはみ出しているっていうようなところもありません。分割線こそ多めですが、各パーツはしっかり固定されており、造形もかなり優秀ですね。塗装について、本体は成型色となっており、ブラックというよりグレーブラウンに近い印象があります。そしてホットロッドといえばこのオレンジのラインが特徴的ですよね。その他部分塗装としてヘッドライトにはシルバーでラインが入っています。リア部分にもレッドが塗られていますが、あまり発色が良くありません。総合的に見てかなり満足度の高いビークルモードになっています。あえて不満を言うならば、フロントにあるランボルギーニのエンブレム TLK 版よりも簡略化されたものになっており、今回は塗りつぶしになっていますね。武器パーツはここにマウントすることができます。次に当時品 TLK 版と比較していきましょう。まずは大きさ。 SS 版は TLK 版と比べて少しスケールダウンしています。次にサイドミラー。 TLK 版の方が実写再現度が高いと思います。リアウィング。 SS 版と TLK 版では造形が異なっています。そして先ほどお話ししたエンブレム、見比べていると一目瞭然ですが、 TLK 版の方が精細に描写されています。塗装面でいうと本体のカラーリングは TLK 版の方がブラックに近いですね。特徴的なオレンジのラインについては TLK 版はオレンジレッドに近い彩色です。ホイールの塗り分けは TLK 版がシルバー、 SS 版は無塗装。こうして比べてみると SS 版のタイヤはプラスチック丸出しでちょっとチープに見えますね。 TLK 版の車体側面にはオートボットのマークがあります。どうでしょうか。もちろん好みはありますので断定はできませんが、どちらにも良さがあると思います。ただエンブレムの差は大きい気がしますね。さあではビークルモードをじっくり比べたところで、お待ちかねのロボットモードを見ていきましょう。ホットロッドロボットモードです。いやー、これは素晴らしいですね。スタイルも非常によく、ビークルモードの側がほとんど目立たないのがすごいです。後で比較しますが TLK 版から本当に大きな進化を遂げています。造形を確認する前に変形について見ていただきたいんですが、このホットロッド本当にデラックスクラスなのかというくらい変形機構が細かくかつ画期的です。何が画期的かというと腹部周辺の変形、ここです。実際に見ていただきます。ボンネットのパーツがありますよね。それをこのように起こしてひっくり返します。折りたたむように回転させながら腹部へ固定していきます。そして
脇腹へパーツを折りたたんで完成。ご覧の通り、ボンネットのパーツが見事に消えました。今度は逆にロボットモードから腹部のパーツを起こして、パーツを広げながら回転、頭上を越していきます。するとボンネットのパーツが現れました。一つのパーツを裏返すことでボンネットにも腹部のディティールにも変化する、この変形機構には感動しました。では話を戻しまして、 TLK 版と比較しながら造形を確認していきましょう。まず頭部、特徴的なデザインの顔ですが、バランスよくキュートに再現されています。口周りの造形も自然にまとまっていますし、目の造形、塗装も可愛らしいです。 TLK 版も十分再現度が高かったんですが、 SS 版でさらに良くなりました。胴体周りは最も進化したポイントと言えます。 TLK 版はロックダウンのリデコということもあり、ボンネットのパーツは胴体に沿って下向きに配置されていましたが、今回の SS 版では劇中通り肩の位置から前向きに配置されるようになりました。これですよね。このホットロッドが欲しかったんです。当時も TLK 版を改造される方が多かった記憶があります。腹部もかなり細かい造形になっていますが、 SS 版のすごいところは正面だけではなく側面、横から見たら隙間だらけでスカスカというのはよく見る光景だと思うんですが、脇腹の位置までメカニカルなディティールでカバーされているというところが素晴らしいです。背中には側がありますがコンパクトにまとめられており、ドアパーツは劇中通り背中から下向きに配置されています。お尻のところにはフィギュアスタンド用の穴があります。腕周り、肩の造形が少し小さくボリューム不足にも見えますが、その分前腕にパーツが集中しており、腕が貧弱に見えるようなこともありません。そして手首がロール稼働するようになったのは嬉しいサプライズでした。 TLK 版では側と手の甲が一体化してしまい、どの方向にも動かすことはできませんでしたが、このホットロッドは側が分割されロール軸が仕込まれています。コストカットを求められるこの時代にユーザーのために手首可動を追加してくれた設計者の方には頭が上がりません。脚部はどちらもスマートですが、 SS 版の方は劇中通り膝付近の外側へタイヤが配置されており再現度が高いです。膝下も新規造形により再現度が上がっています。大きさは SS 版が約13センチ、TLK 版と比べると少しスケールダウンしています。前作の TLK 版から大きく進化したことがお分かりいただけたかと思います。このままサイズ拡大をしてマスターピースムービーだと言われても違和感がないんじゃないかっていうくらいの満足感があります。続いて可動範囲を見ていきましょう。首はボールジョイントで干渉するパーツもなく柔軟に動きます。肩は胴体との接続部分が上下し、根元はボールジョイント。肩の下にはロール軸があり、肘は約90度曲がります。手首にロール可動360度回ります。胴体は腰回転ができます。股関節はボールジョイント、さらにロール軸。膝は普通に触るとほとんど曲がらないように見えますが、タイヤパーツが太ももに干渉しないようにすると一応90度くらいは曲げることができます。最後に足首。足首にはなんと1、2、3、3つの関節が搭載されています。これにより足首を伸ばす、深く曲げるといった動きができますので、非常に安定した接地性能を発揮することができます。では
武器を持たせてアクションポーズを取らせていきましょう。銃一つあるだけで遊びの幅が無限大に広がります。そしてここから番外編になりますが、ホットロッドを二丁拳銃にしたいという方は多いんじゃないでしょうか。一つやり方がありますのでご紹介したいと思います。何をするかというと、複製します。それには付属の銃を使うんですが、これ実はこのように上下分解することができます。分解したら下側だけ使います。用意するのはこちら、色プラ、UV レジン液、あと武器パーツが入る大きさの容器。レジン液の色は何でもいいです。容器は底が平面のもので、できるだけ小さいものを選びます。一応すべて100均で購入できる商品です。あと必要に応じて UV ライト、塗装用の塗料が必要になります。まずは保温効果のある容器に熱湯と色プラを入れ、柔らかくなるまで2分ほど待ちます。十分柔らかくなればさっと水気を拭き取り、用意した容器に敷き詰めます。そこへ銃のパーツが半分埋まるくらいまでギュッギュッと押し付けていきます。色プラと銃の間に隙間ができないように意識しましょう。その間に次の色プラも熱湯で柔らかくしておきます。柔らかくした色プラをさらに重ね押し付けていきます。この状態で色プラが冷えて硬くなるまで放置しましょう。色プラが冷えて固まりましたので取り外します。これで銃の型が取れました。ではここに UV レジン液を流し込んでいきます。この時気泡ができるだけ入らないように注意してください。見つけたら爪楊枝や針で潰しておいてください。流し終えたらこの型同士を再び組み合わせます。そして太陽光もしくは UV ライトを照射し、レジン液を硬化させていきます。10分くらい経過しましたのでパーツを確認していきましょう。うまくいったんじゃないでしょうか。デザインナイフや指でバリを剥ぎ取っていきます。さっきのやつ悪い出来ではなかったんですが、銃口付近のレジンが固まりきっておらず変形してしまいましたので作り直しました。細かいところはヤスリをかけて表面を整えていきます。はい、銃の複製が完了しました。細かいディティールの再現は甘いかもしれませんが、しっかり形にはなっていますね。あとはお好みの色で塗装すれば完成です。今回はサクッとジャーマングレーを塗っていきます。乾燥したらこのようになりました。銃口の部分にグリーンを塗ってアクセントを加えておきました。それではホットロッドに装着してみましょう。問題なく取り付けることができました。これで二丁拳銃が再現可能になります。ということで SS96 ホットロッドのレビューをさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。言葉が大きいかもしれませんが大傑作ではないでしょうか。まだまだトランスフォーマーは進化できるんだなと実感させてくれたというか、これまでのデラックスクラスのあり方に一石を投じるようなそんな商品だと思います。まだ手に入れていない方、買うか悩んでおられる方、買っておいて損はしないと思いますので、この機会にぜひゲットしてみてください。今回の動画を気に入ってくれた方、
また次回も見たいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もお疲れ様でした。